おパンツ、おパンツ。何生成してるんですか？こんにちは、ロビンです。テルルだよ。もっと簡単に好きなポーズを取らせることはできないんですか？今まで WebUI でキャラに好きなポーズを取らせるには、呪文を書いてそれらしいポーズに誘導するか、3D デッサンソフトなどを使ってポーズを作成、その画像をイメージトゥイメージにかけるというちょっと面倒な方法を取るしかありませんでした。何回もガチャ回す必要があったわけだね。しかし23年2月にイリアスフィールさんという方が公開したコントロールネットという革命的な技術によってポーズを容易に取らせることができるようになりました。まさにブレイクスルー。今回はそんなコントロールネットを WebUI 上で動かせるように拡張機能化したミクビルさんの SDWebUI コントロールネットを使ってみたいと思います。早速インストすでにローカル版オートマチック1111がインストール済みの環境を前提にご説明しますね。オートマチック何それって方は過去動画を見てね。 GitHub のミクビルさんのページにアクセスします。ブラウザの URL 欄をなぞってコントロール C でコピーします。 WebUI を起動しエクステンションタブを開きます。インストール from URL タブを開きます。上の URL 4エクステンションズ Git リポジトリにコントロール V でペーストします。この画像の通りになれば OK です。インストールボタンを押してしばらく待つと下にインストールドイントゥどこどこインストールタブでリスタートしてくださいと出るのでインストールタブを開きます。一覧に SDWebUI コントロールネットの表記があれば無事インストールできているぞ。アプライ&リスタートを押して再起動します。起動後スクリプトの上にコントロールネットが出現していれば OK です。早速ドスケベポーズを。次にコントロールネット用のモデルをインストールします。ハギングフェイスにアクセスします。左上の検索窓でコントロールネットと検索します。すると何番目かに WebUI コントロールネットモジュールセーフテンサーズと出るのでクリックします。ファイル&バージョンズにたくさんのファイルがアップされているのでコントロールから始まる8つのファイルをダウンロードします。合計で6ギガ弱くらいになるので空き容量に注意してね。ダウンロードした8つのファイルを次のフォルダに突っ込みます。WebUI のインストールフォルダの中のエクステンションズフォルダ、その中に SDWebUI コントロールネットというフォルダができているので開く。中にモデルズというフォルダがあるので開く。ここに入れます。この画像の通りになれば OK だよ。 WebUI を再起動。スクリプトの上にあるコントロールネットをクリックして展開。真ん中あたりにあるモデルというプルダウンメニューに先ほど入れた8つのモデル名が表示されていればインストール完了です。表示されないときはもう一度本体ごと再起動してね。早速実践しながら使ってみよう。先ほど入れたモデルズフォルダの隣にサンプルズというフォルダがあります。ここに作者が用意してくれたサンプルファイルがあるので今回はこれらを使って具体的に実践形式で使い方を紹介します。その1、棒人間から画像を生成してみよう。まずコントロールネットの代表的な機能であるオープンポーズを紹介します。これは画像からポーズを再現するのに役立つ機能です。WebUI の T2i タブを開いてとりあえずプロンプトにベストクオリティ、マスターピース、ワンガール、ネガティブにワーストクオリティ、ロークオリティと記述しておきます。美少女テンプレ呪文セットだね。そしたらスクリプトの上にあるコントロールネットをクリックします。ドロップエリアが出てくるので作者のサンプル画像の中から片膝を上げて座っている棒人間をドロップします。そしたらすぐ下のエナブルにチェックを入れます。ここがコントロールネットを使うか使わないかのオンオフスイッチになっているので覚えておきましょう。下のプリプロセッサとモデルはセットで考えます。とりあえずプリプロセッサをノンのままモデルはオープンポーズを選択します。これでジェネレートしてみます。足が埋まってしまいましたがワンガールとしか指定していないのにもかかわらず棒人間と同じポーズが再現されましたね。その2、画像から棒人間を抽出してポーズを再現してみよう。今度はサンプル画像の隣にある女の子のイラストをドロップします。そしてプリプロセッサをノンからオープンポーズに変更します。他の設定はそのままです。ジェネレート。ワンガールとしか指定していないのにサンプル画像からポーズを読み取って再現してきましたね。これがコントロールネットの力。コントロールネットをイメージで表してみます。本来ワンガールとしか指定していない場合ポーズや着衣にかかわらずいろんな女の子が生成されます。しかしコントロールネットを間に挟むと対象画像からアウトラインを抽出して結果に反映してくれます。プロンプトとは別に追加注文をつけるみたいなイメージだね。
ラーメン屋で例えると麺固めとか油多めって注文の部分だね。その例えはどうかと思いますが、本来のオーダーに加えて生成結果に作用するという点では遠からずと言えますね。そして先ほどのプリプロセッサとモデルの関係について、棒人間を読み込んだ時はプリプロセッサなし、画像の時はプリプロセッサありでしたね。プリプロセッサとはその名の通り事前処理を表します。そしてその事前処理とは画像から棒人間を抽出する作業を指します。棒人間画像を読み込んだ場合はすでに棒人間が抽出できているためにプリプロセッサが不要。一方画像からの場合はポーズを再現するため一旦棒人間を抽出してやる必要があります。そのためプリプロセッサにオープンポーズを使用します。そしてどちらも棒人間を元にポーズを再現するためモデルは共にオープンポーズを使用するわけです。プリプロセッサとモデルはコントロールネットで使用する画像に合わせてセットで考える必要があるってことだね。キャニーエッジを使ってみよう。オープンポーズを使うことでポージングが再現できることが分かったので、次はもう一つの代表的な機能であるキャニーエッジを使ってみましょう。簡単に言うと線画抽出機能です。しかしその前にまずディテクトマップを保存できるように設定しておきます。デテクトマップ。コントロールネットの機能で抽出した棒人間などの画像のことをディテクトマップと呼びます。本来は Windows 上の隠しフォルダに保存されてしまうので、それをちゃんと WebUI のインストールフォルダに保存されるように設定します。セッティングタブを開いて左の一覧からコントロールネットを選択します。そして下の方に Allow Auto Saving というチェックボックスがあるのでチェックを入れておきます。これで棒人間などのディテクトマップが自動保存されるようになります。この状態でキャニーエッジを使ってみましょう。サンプルフォルダの中に赤い服の子のサンプルイメージが入っているので、それを先ほどのオープンポーズでやったようにドロップします。そしてプリプロセッサ、モデルともにキャニーを選択します。ジェネレート、かわいい。今回もワンガールとしか打っていないにもかかわらず、強力に線画を意識して出力されましたね。ワンガールという漠然としたオーダーに対してコントロールネットが作用。参考画像からプリプロセッサで線画を抽出し、その線画をもとに結果を生成しています。これってもしかして塗りだけ AI に任せられるってこと？気がついてしまいましたね。今度は線画から塗りだけやってみましょう。早速自動保存されたディテクトマップを使います。ディテクトマップはインストールフォルダ内のアウトプッツ、テキストトゥイメージ、ディテクテッドマップ、キャニー、今日の日付フォルダの中に保存されています。ここにさっき抽出した赤い服の子の線画があるよ。その線画をドロップします。プリプロセッサとモデルはどう設定するかもうお分かりですね。すでに線画抽出できてるからプリプロはノン。線画を元に生成するからモデルはキャニーだね。なおこの時自作のイラスト原画など白いキャンバスに黒い線画で描かれたイラストを使用する場合は上のインバートインプットカラーにチェックを入れておきます。これは白黒反転させる機能で、人間は白いキャンバスに黒いペンで絵を描いていきますが AI は逆に黒い部分を背景、つまり着色部位と考えているようなので、その認識違いを補正するための機能です。線画を読み込ませるときは要チェックやで。これでジェネレートしてみます。塗りだけ AI 任せ。線画を崩さずに着色できましたね。線画は描けるけどペイントが苦手な人や塗ったらどんなキャラになるかイメージをつかみたい場合に有用ですね。ゲーム開発とかでキャラデザの洗い出しにも使えそうだね。キャラクターをデザインするならこんな応用もできますよ。前回の動画でその機能に触れたスクリプト、ファイルはテキストボックスを併用します。コントロールネットに適当なイラストを放り込んでテキストボックスにこう書いてみます。四大精霊の力を付与するわけですね。するとこうなりました。メガネ薄くない？線画から着色イメージを簡単に作ることができるのでキャラクターデザインが効率的に行えるようになりますね。色がつくとイメージが一気に具体的になるね。今までにもイメージトゥイメージで似たような絵を生成することはできましたが、あくまで似たような雰囲気であって完璧に原画をトレースしながら塗りや背景を変更するには限界がありました。しかし今回紹介したコントロールネットのキャニー機能を用いることで今までとは比較にならないレベルで正確なトレースができるようになりました。コントロールネットが画像生成 AI の革命と言われている理由がここにあります。その他の機能、先ほどインストール手順の部分で抽出用モデルを8つインストールしました。つまりそれだけ機能があるということなのですが、実際のところオープンポーズとキャニーエッジが使えれば大抵のことはできてしまいます。
そのためざっくりめに紹介していきますね。 MLSD。マルチスケールラインセグメントディテクター。わかりやすく言うと直線抽出です。線図を抽出するという点ではキャニーと同じですが、より直線に特化しています。写真から背景イラストを作るときに重宝するかもしれませんね。エロゲの背景作りに使えそうだね。ノーマルマップ。ノーマルマップは方線を抽出します。スキャンされた異物みたいになっとる。わかりやすく言うと表面の凹凸検出ですね。ですが正直に言うと普通の2次元イラストでは使いません。3D デッサン人形やブレンダーのような CG ソフトと併用している方なら活用できるかもしれませんね。デプスは深度、つまり画像の奥行きを抽出します。ご覧のように構図や体型は維持しますが、服装が大きく変わっていますね。どちらかというとシルエット抽出って言った方が分かりやすいかもね。奥行きのある複雑なポーズを再現するのに向いてそうですね。デプスラリス。より細かくなったデプスです。これはプリプロセッサのみに実装されていて、モデルはデプスを使用します。2次元イラストにおいてはデプスよりも形がボケやすくて、正直使用感はって感じ。HED。ホリスティカリーネステッドエッジディテクション。これもキャニーに似ていますが、輪郭の強弱も拾っているような感じがします。ちょっと大味になったキャニーって印象。作者のイリアス・フィールさんによるとリペイントに向いているそうです。ピジネット。メガネどこ行った。ピクセルディファレンスネットワーク。これもプリプロセッサのみに実装されていて、モデルは HED を使います。よりはっきりした HED って感じですが、はっきりした線図ならキャニーでいいのではという印象です。スクリブル。その名の通り落書きです。落書きから形を推定して画像化します。プロンプトでうまく誘導してやるといいでしょう。重ねてみると、これもかなり強力にアウトラインをトレースしているのがわかると思います。フェイクスクリブル。これもプリプロセッサのみでモデルは普通のスクリブルを使います。画像から一旦落書きを作って画像を生成する機能です。写真からイラストを作るのに向いてるかなという印象だね。あとはイリアス・フィールさんの作例のように、既存の工業製品から形だけをトレースして新しいデザインの製品を作るのにも使えそうですね。セグメンテーション。学生の方かな。画像から色の違いを抽出して構図を推定、床や壁を自動的に作ってくれます。室内デザイン向きだってはっきりわかんだね。ざっと流しましたけど一覧にするとこんな感じ。個人的な使用感をもとに言うと、キャラクターイラスト向きなのがオープンポーズとキャニー、デプスあたり。背景や建築物の生成なら MLSD やデプス、セグメンテーション。物のデザインならキャニーやスクリブルあたりが使いやすいんじゃないかなと思います。用途に合わせて使い分けてね。コントロールネットを使うと、呪文だけでは誘導が難しかったあんなポーズやこんなポーズを簡単に撮らせることができるようになります。また普段から絵を描いている人やデザイン畑の人であれば、アイデアの洗い出しの手助けとなるでしょう。ライブ 2D を使った VTuber なら簡単にお着替え衣装のサンプルを作れちゃったりもします。ちょっと手直ししてライブ 2D でパラメータ振ればいいだけですからね。配信内容に合わせて気軽にお着替えできるね。今までできなかった、難しかったことが容易にできるようになる。素晴らしい進歩ですね。今回はそんなコントロールネットの導入方法と簡単な基本操作のお話でした。今回はこの辺りで、また来週。歯磨けよ。